こんにちは、関ザップです。本日はホンダオートライディングスクールに参加しつつ、こちらにある新基準原付の方の試乗をやっていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。車体の方を見てみると、ここにはちゃんとライトのマーク、そしてスピード計は60キロまでと、なんとも不思議ですね。あとはホイールとかはね、キャストホイールになってディスクブレーキになってるんで、そのあたりのコストの上昇分っていうのは仕方ないのかなっていう感じはしますが、果たして乗り味の方はどうなってるのか、実際ね、試乗して確認していきます。で、俺の方が本来の50ってことですよね。本来の50です。つまり出だしが遅いはずっていう。そうだね。じゃあ50とどういうこと？店長、エンジンのかけ方が分かんないです。オンにしてよ。今オン。はい。スタート、セルボタンとブレーキ握って。あ、ブレーキなんですね。どっちも。どっちも。はい、OK。おお。これ右がフロントで左がリア。OK です。はい。じゃあ行きましょう。はい。これいきなり全開できる。ああ、いいんじゃないですかね。はい。じゃあ全開してみようか。はい。はい。先へどうぞ。はい、こんな感じで 50cc のスクーターすら乗ったことがなかったので、自分には新基準原付のインプレっていうのはとてもじゃないけどできませんので、詳細はホンダオート販売の方に公開してありますので、ぜひご覧ください。ただせっかく乗ったのでね、一応自分のチャンネルの方でも感想は伝えておきたいと思います。で、ちなみにこちらはホンダオートライディングスクールで今敷地を借りておりますので、全開走行することができます。ということで 50cc のスクーターと新基準の加速勝負っていうのをやっていました。店長の方が新基準に乗っているんですけど、新基準原付の方が時速50キロからの伸びがありましたね。ただこの速度は一般道では使えないのが非常に残念ですね。ちょっと出るんですね。はい、じゃあ新基準。はい。はい、お願いします。はい。で、こっちが新基準のリオ。いや、直接つぶやいた通りになりますが、明らかに新基準原付の方が乗りやすいですね。30キロへの到達時間っていうのも速いですし、回せばそれだけスピードも出てしまうっていうところもあるんで、新基準原付パワーを抑えているとはいえ、これなかなかなバイクになってますね。新基準原付になったことで重さも出てしまったんで、そのあたりは足腰弱い方には不利かなと思うんですが、学生とかには喜ばしい感じかもしれませんね。それでは自分の方もあえてスタートを遅らせて全開走行をやっていきます。伸びてきますね。40キロぐらいからすでに違ったのか。明らかに速い。すごいな。さっきのはずっと全開。ずっと全開です。やっぱ伸びが違いますね。伸びが違うね。乗りやすさでいうと明らかに新基準の方が乗りやすいです。新基準の方が乗りやすいね。出だしが違いますね。トルクがね、これは売れますよ。高いけどそこですよね、結局。そこなんだよ。こっちは安かったですもんね。これが安いんですよ。で、新基準になって安定感も出たし、走りやすくなったけど、その分値段も上がってるんで、ね、うん、ディスクブレーキ入ってるし、アルミキャストだし、でこれも風吹いたりとかしたら余計こっちの方が安定するんでしょうね。安定する。もう時代は新基準だ。ありがとうございます。はい、はい、いや、これは面白かったですね。はい、じゃあ戻りましょうか。はい、はい、ありがとうございます。今回初めて新基準原付に乗ったわけなんですけど、思っていたよりかは印象良かったんですが、やっぱり気になるというか、本当に乗りたいのってスーパーカブとかクロスカブの方の新基準原付なんですよね。あっちの方はシフトチェンジできるじゃないですか。
ああいった部分で違和感がないのかとか、そういうのがすごい気になるんで、機会があればねそっちも乗りたいと思います。それではライディングスクール参加者の方にも乗り比べしてもらいました。そしたら自分が気づかないところにもね、気づいてくれたんで、いろんな収穫がありましたね。まずはこちらになります。ちょうど足が当たるってこんなに切ることはないんだろうけどないと思うんですけどやっぱ窮屈ですよね。あとはこの手のスクーターあるあるかもしれませんが、シート下にねヘルメットを置く場所あるんですけど、これが絶妙に使いにくいっていうところですかね。インカムがついてればもちろん入りませんし、他にもこのようにこれは入るんですけど、シールドを押して閉じるとこれが閉じないんですよ。なるほど。新基準原付については皆さん気になるかと思いますので、レンタルが開始されたらまたねホンダオタのチャンネルで公開したいと思います。でも美味しそう。はい、いただきます。美味しいでしょ。うまいっすね。美味しいよね。美味しすぎるよね。もう完成でもいいんじゃないかっていうぐらい。最初は適度に汁気が切ってあるでしょ。そうそう、汁気が出ちゃった。ありがとうございます。朝食食べてなかったので。名簿師。いきますよ。レディーゴはい、こんな感じでホンダオーターライディングスクールなんですけど、年間4回3月6月9月12月の第3日曜日に開催しております。興味がある方はぜひホンダオータ販売の YouTube および SNS のフォローをよろしくお願いいたします。そしてこれで締めになるので、一応今回試乗した新基準原付の感想をね改めてお伝えしておきますと、思っていたよりかは走りが良かったっていう感じですかね。今までの 50cc 原付と比べてトルクがあるので、街乗りでの扱いやすさはかなり上がってるのかなという印象でした。ただ上り坂とか、あとは向かい風とかリアルな使い勝手っていう部分ではちゃんと公道で走らないとわからないかと思いますので、本当に興味がある方はホンダオート販売の方でレンタルが開始された際、ぜひ実際に試乗してみてもらって、新基準原付に乗り換えるべきかどうかっていうのを判断してもらえればなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。